僕結婚を諦めきれないので、結婚相談所に通ってパートナーを探している状態なんですけども、年齢で20代の若い女の子で。無理無理無理。自分が求めるものに対して自分が圧倒的に低すぎるから、整髪量を変えるぐらいの頑張りは努力不足かなとはちょっと思いましたね。さっきから聞いてると何様だって感じですよ。何が違うか教えてください。誰が何この家事できないおじさん好きになって私はもう普通。今回の僕がもしプロデュースするんやったら1000万持ってきてください。私も持ってくるんですか？そうです、もちろん。いや出してください。こっち時間作っていくんだから、その時間のこっちのセリフだ。本当に変わる気できたのか、それとも今日あなたなら大丈夫だよ、そんな心配しなくていいよって応援されると思ってきたの。応援されると思ってました。もう世の中の女性がおかしいね。その考えが甘いよ。皆さんこんにちは、山口です。手前に座っていらっしゃるのがスピーカー、現在45歳男性で未婚、藤崎翔一郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてお隣に座っているのがコーディベーターで現在34歳女性で未婚、長谷川綾乃さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうしても結婚したい、結婚相談所に通う45歳男性、最後の希望という定義になります。詳細教えてもらえますか？今45歳なんですけど、どうしても結婚を諦めきれないので、現在結婚相談所へ通ってパートナーを探している状態なんですけども、なかなかいい相手がちょっと見つからないもので、どうしたら見つかるのかご相談させていただきたく。長谷川さんはどういうご意見で？私も同じく結婚願望があり、相談所に通って1年というところではあります。お二人は知り合いということではなくて今日初めてお会いしたと。そうですね。はい。今どんなことに困っているとか、どんなアドバイスを具体的に欲しいなどありますか？結婚っていうのは一生の問題になるので、妥協することが難しい。この年齢になってるので、妥協するのが怖いので、年齢で20代の若い女の子で家庭的な人希望してるんですけど、なかなか見つからなかったので、最近はですね、35歳まで範囲を広げてるんですけど、相談所でそれでも厳しいって言うんです。厳しいって言われるんですけど、やっぱり一生のことなので。アドバイスも含めてお一人ずつ聞いていきたいと思います。まずは今井アンジェリカさん、お願いします。はい、今の聞いてて、20代って今家庭的な人ってほぼいないと思ってて、夢とかがあるから、で35歳に広げても、自分45歳だし妥協したくないって、もうこの年になったからちょっとは変えていかないと一生できないのかなって思いましたね。妥協したからこその35歳。だからそれが妥協してないってことを、自分が45だったら45まで広げないといけないかなって思った。45ちょっと歳。皆さんにも聞きますからね。はい。さあ続いて金藤さん、お願いします。10段階評価で自分のこと何ぼや思います？年収も500万程度、今45歳になってるので、10段階評価ですと、8ぐらいあると思います。ああ、終わりですね。終わりです。とりあえず10段階評価でいくと客観的に見ると2です。見た目、雰囲気、年収、あとは所作、オーラ、すべて。だから男レベルがまず10段階で2なんですよね。で、まずもう一個考えなあかんのが男女の市場なんですよ。女の子の方がもちろん需要があるわけですよ。中の中の男と中の中の女性が付き合えるわけではなくて、中の中の女の子は、上のゲイとかの男と付き合っていくわけですね。イメージ、同じレベルがあったら女子の方が上の立ち位置。それを分かってないから、ずっとできてないんやなと思うし、ほんまに藤崎さんが結婚したんやったら50オーバーの歯が抜けた売れ残りのおばちゃんぐらいちゃんと提示しな無理ですね。ちょっと厳しい意見が続いていますけど、為国さん、お願いします。20代の女性が好きなんだったらそれに振り切ったらいいと思いますし、僕今36歳なんですけど、思考としては一緒なんですよ。なんでそれが理想なら全然いいと思うんですけど、聞いててすごく恥ずかしいなと思ったんで、自分の振る舞い方は変えようかなというふうに考えました。いや、自制してるやん。そういうことじゃないの。では梶山さん。なんか結婚相談所歴2年ってことなんですけど、なんで43歳になっていきなり結婚相談所入ろうってなったんですか？そもそも。
そのまでは結婚相談所通わずお付き合いしていってた中で結婚に至らなかったので、自分自身の力ではどうにもできないということだったので、他人の力ではないですけども、そういうところに入会して結婚相手を探そうかなっていう単純な理由ですね。何人ぐらいと今までお付き合いされてきたんですか？ 7人とかですかね。全部長く続いたんですか？大体どれくらいなんですか？別れるまで。一番長くて1年です。短い。今井さんも今短いの絵でした。はい短いですか？短いです。全然長い方だと思います。それは結婚するということを考えたときにもう早く切らないともったいないってこと。もうそうです。長谷川さんはどうですか？何か言いたいことがあれば。さっきね、田中さんも若い子狙ってるって言ってたんですけど、若い年齢をって言ったらあなたもスピーカーさんと同じですよね。そうだと思います。なんで僕もすごく恥ずかしい人間だということは理解していて、だから自分のルックスだったりとか稼ぎだったりとかそういったものを上げて市場価値を高めようとしています。だから僕は大前提自分が言ってることが恥ずかしいことだと理解して発信してます。何歳ぐらいがいいんですか？嬉しいので言うと20歳から24歳が嬉しい。おおキモいな希少あっち座った方がええんちゃう。ただ僕そこに座ってる方の収入の10倍はありますよ。ルックスも多分8段階ぐらい上だと思いますよ。で言いながら痛いなと思ったんでちょっと喋るのよ今井さん今の発言どう思いますか？まあ自分も頑張ってなんて頑張るから24歳ぐらいいいなって思ってるんだったらまあいいかなって思うけど、もうちょっと見た目とかも頑張れる余地があるなって思ったから努力不足かなとはちょっと思いましたね。間違いないな。だって37っすよ今年彼。もうちょっとかっこよくなれると思ってるから、もうちょっと自分になんていうか投資っていうか女の子にばっか求めるんじゃなくて、その女の子を求めるならもっとかっこよくなってみようとかはないのかなって。女性目線で梶山さんもいかがですか？なんか周りを変えることができないんで、まず自分が変わってみたら周りも変わる可能性があると思うので、なんか自分の見た目変えたりとかっていうのがどうしても必要だと思います。男ちょっと怒性もってます若さとかあれですね、やっぱ変わりたいから結婚相談所に入ったんですよ。いや無理変わってから結婚相談所入んないと意味ないです。なんで入ってから変わるっていうのがダメなんですか？そこは自由だと思うんです。それは自由だとは思うんですけど、すぐに効果を出したいとか結婚相談所に入った意味をもたらしたいんだったら自分がまず変わってからじゃないと、ただ結婚相談所に入ったことに今はなんか満足しちゃってる自己満なのかなって思いました。入ったことによって満足ということではないですね。結婚一生の問題ですから、簡単に妥協するのが怖いんでこだわってる。ただじゃないですね。でも相手がいないじゃないですか今。今いないですけど、ただじゃないですし、こちらも結婚相談所に入るにしても入会費お金払っただけじゃないですかそれって。毎月払ってますよ。お金払っただけじゃなくて、対価に対して若い女の子が見つかると思って日々アプローチはしてます。アプローチする前に自分を良くしておかないとどんなにアプローチしても意味ないと思うので、外見変えると内面も前向きになるんで、外見を変えるのが大事かなっていうのは美容の仕事してる目線で思います。長谷川さんは？自分に何の価値があると思ってますか？逆に一番きつい質問やな。 45歳にもなって初対面だけどすごい失礼ですね。45歳にもなって聞いてる感じすごい高望みしすぎて自分のこと全然見れてないなと思うんですよ。すごく45歳なんでそれなりの社会経験ありますし、社会経験なんか45なら誰でもありますよ。大体の人あるじゃないですか。その中で秀でてると思います。もう大人の余裕もあるし、大人の余裕がないですか？下と比べてたらダメだよ。上と比べないと。全然私下だと思ってません。さっきやったのは評価で言ったじゃないですか。でも見てんのが下の人だから自分が高くなってるだけであって、もっと視野を広げたら自分多分2だと思いますよ。じゃあ全部年収だとかルックスだとか。だからそれを若い子を狙ってるからそこが伴ってこないと無理だよって言ってるのだったら、50代とかだったら年収とかも別に見てないと思うしっていう。若い子狙ってるんだったらそこ必要かなみたいな。全然見てくれも全然問題金藤さん、理想を追い求めるのは別に悪いことじゃないですよね。そうだから理想を追い求めるなら自分ももっとかっこよく多分なれると思うから努力した方がいいんじゃないって言ったら、例えばメガネをコンタクトに変えてみたりとか眉毛整えるとかでもいいから、もうちょっとできるじゃんっていう。男性陣にもアドバイスもらいましょう。金藤さん。外見もそうやけど、そもそも話し方とか性格が終わってるから今少しの時間ですけどまだお話しして。終わってますね。アドバイスのしようもないというか、こんぐらいレベル低い男がいたら唯一持ってる方法は圧倒的な優しさと包容力しかないんですよ。このレベルやったら積極的に
バチるじゃないですか。いやいや、だってこっち真剣です。いや真剣やからこそしっかりと余裕見せないとモテない。で、なんで結婚相談所に2年も入ってて何も成果ないかってそういうところだと思いますよ。成果はどうだったんですか、この2年の中で。何人かはお会いしたことはあります。続いてる方はいらっしゃらない。じゃあなんでうまくいってないと思います？理由の一つなんですけども、子供が欲しいっていうのがあるんで、どうしても若くないとダメなんですよ。そうなると35歳までとか若い人の方がいいじゃないですか。それは別に間違った考えではないと思いますけど、シングルマザーとかでいいじゃないですか。未婚で生まれた方もいると思うんですけど、でそれ女性側の話なんです、シングルマザー。私は子供が欲しいから若い人の方がいいっつってる、ただそれだけでいいです。それで批判される覚え。批判しなくて、自分が求めるものに対して自分が圧倒的に低すぎるから、なんやろな、初期装備でボス戦いってる感じ。無理国さんぐらい結構装備を強くするっていうのは。裏技使ったらボス倒せる。裏技も使えてないやん。裏技今使ってる。はい、裏技って何ですか？裏技の多分結婚相談所行ってるじゃん。何が裏技やねんそれ。でも結婚相談所行ってる人っていっぱいいるじゃないですか。で、結婚相談所に年収ももっと高くてルックスも良くてもっと優しい人がたくさんいると思うんですけど、結婚相談所入って納得してるだけなのかな、満足してるだけなのかなって思うんですけど、そこら辺はどう思いますか？結婚相談所に入って満足してたらここ来ないです。自分がわがままなのって分かってます。どこがわがまま？ 45 歳にもなって結婚できてないのは自分のせいのくせに、子供欲しいだの、家庭的だの、若い子がいいだの、何があるんですか？なんかさっきから言ってるやつ、その話聞いてないでしょ。聞いてますけど、そういうとこですよね。結婚相談所って組織によっては洋服のコーディネートしてくださったり、見た目のメイクのレッスンしてくださったりあります。そういうのにも参加はされてるんですか？もちろん、はい。自分磨きもしつつ、希望としては年収も600万ぐらいの同年代か少し上ぐらいと思ってるんですけど。この条件、為国さんどう思いますか？全然いいと思いますし、僕長谷川さんに対しては悪い印象を持ってなくて、見た目もちろん綺麗な方ですし、服装もシンプルでいいと思いますし、34歳でも今のところ僕の印象は素敵だなと思ってるんで、別に年収600万とかは全然言ってもいいと思いますし、多分本質はそこじゃなくて、ただ条件言えって言われてそれ言ってるだけだと思うんで、本質は多分楽しい人だったりとかだと思うんで、別にいいんじゃないですかって思います。味方ですね。はい。一気に笑顔になりました。藤崎さん、他に主張があれば。私も家事とかいるだけなんですよ。やれ。家事ができるやれ。女の子。あと、全部嫌いなんですよ。はまあもうそりゃそうでしょ。全部嫌いで、細身であって、身長も強いて言うなら150。金藤君を見習った方がいいですよ。金藤君はモテるために大阪大学に行ってキーエンスに行って身長も180後半あるのに、こういった撮影ではちゃんとメイクもして髪型もさっきもずっと鏡の前でこうやって。はずいこと言うな。だからちょっと待って。そのスペックがいっちゃう金藤のスペックがあっても、今日タートルネックじゃなかったわって言いながら、こうやって見た目も気にしながらちゃんと会社もキーエンスを捨てて頑張って失敗して今なんとか頑張ろうってやってるんだから、もうちょっとそれぐらい整髪量を変えるぐらいの頑張りはしてもあれは整髪量で汗。汗じゃないです。整髪量。きついですよね。まだピラスことしか言わない。じゃあ皆さんにも、ね、なんでかわかります？けなすポイントしかないからです。もっとちゃんと誠実で包容力があって余裕のある方やったら僕もそういう対応します。全員に対してこんな人経営できないですから。これからのその理想の結婚をちょっとお聞きしたくて、お一人ずつなんかこういう風な人が理想で、こういう風なステップを踏んで結婚したい、こういう相手が理想だ。今井さん。理想はまあわがまま全部聞いてくれて、でなんかもうお金とかも気にせず使えるぐらい稼いでる人がいいなとは思いますね。年齢は年下でもいいし、でもタメは嫌で、年上は全然結構いけてたら何歳でもいけるし、年下も2歳下ぐらいまではいけてたらいけるし。それよりお金と包容力ってことですよね。そうですそんな感じか、性格がめっちゃ重要なんで、もうちょっと女の子に優しい性格とかだったらモテるのかなって思いました。続いて金藤さん、理想の結婚観。選ぶ女性としては女性としての魅力がある、親友としての魅力がある、で包容力がある、でプラスアルファで男性への不信感がない。まあ女の子って結構裏で遊んでバレないこと多いんで、そこの安心感がある、この4つが揃ってれば OK。 もう絶対に浮気しない、そういった心配がない人。為国さんは？僕は自分のことを好きと言ってくれれば大丈夫。おい好感度急におとなしくなりましたね。俺の好感度下げにいってるよなずっと。30
代でも子供産めるじゃないですか。なんで20代なんですか？それは私だって健康な子供です。私なりの優しさです。何が優しいんですか？短所と長所聞きたいです。短所あります逆に。そういうとこが短所です。わがままはわからないんですけど、なんで妥協できないんですか？さっきからわがままなうるさいです。誰が何好んで家事できないおじさん好きになるの？